はい、それではですね、本日は、久々に料理編となります。はい。今日お料理するものはですね、はい。カツ丼でございます。私の大好物。大好物シリーズで、やってますけれども、カツ丼をですね、まずとんかつを作って、とんかつを揚げてですね、はい。それから、カツ丼を作っていきたいと思います。ということで、よろしくお願いいたします。人血。はい、それでは、まずね、とんかつから揚げていきたいと思います。ちょっとね、まだですね、解凍ができてないんですが、まあいいかっていうことでね、はい、とんかつをまず作っていきます。でね、これね、今回ね、4枚入りだったものですからですね、はい。今回ちょっと一気に4枚まずとんかつにしちゃいます。はい。これね、こういう切り方して焼くと、トンテキにするとこうグローブみたいに広がりますからね。はい。今回はとんかつなんで、はい。でこれね、ボウルに、卵、そして小麦粉、適当でございます。そして水を入れましてですね、はい。そして天ぷら粉みたいなね、のを作っていきます。普通はね、卵は卵、小麦粉は小麦粉、はい。そしてパン粉はパン粉とね、3つトレイを用意して、やると思うんですけれども、ちょっとこれ絶対4枚分足んねえかな。足んねえな。もうちょっと入れます。やると思うんですけれども、私の場合はですね、めんどくさいのでですね、卵と小麦粉と水はですね、先に混ぜちゃいます。はい。そしたらね、こちらにパン粉をね、用意します。はい。そしてね、こうやってつけてしまって、はい。それからパン粉の上に乗せます。そして上からパン粉をもう一回かけます。そしてね、はい、ここで結構ギュッと押すのがコツでございます。はい。そして余分なのを取って、はい、ここに揚げます。そして次行きます。はい、2枚目いきます。でね、何枚もね作ってね、冷凍していくと美味しくなくなるんじゃねえかと思われる方もいらっしゃるとは思うんですが、意外や意外
まあまあ食べられますよまあ確かにね、揚げたての方が美味しいのは美味しいですけどね。はい。でもまあ一度にね揚げちゃった方がまあいろいろいいので、まあどうせやるならね、はい、いっぺんに4枚揚げていきます。はい、こうやってね、最初から混ぜてやるとですね、意外と楽でございます。洗い物も少なくて済みますし、工程が一つ減るのでですね、まあ時短になるのではないかと。まあ教科書通りいくと、卵つけて小麦粉つけて卵つけて、そしてパン粉つけてってね、まあ教科書はそうなんでしょうけども、私はですね、昔から教科書を読むのが苦手でございまして、はい、はい、これで一応ね、パン粉つけ終わりましたんで、これで揚げていきたいと思います。はい、それではね、ちょっと揚げるのに時間、油の温度がね上がるまでにカツ丼の入れるネギをね、切ってきます。ちょっとね薄めに、新玉なので柔らかいのでどうでしょう、半分いっちゃおうかな。半分全部いっちゃおうかな。用意しておきます。それと溶き卵も用意しておきます。はい、それでね、なんだ、まだ揚げてないんですけども、その前に調味料を用意しておきます。はい、お酒大さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1。今日はちゃんと大さじスプーン使ってやってるでしょ。この前ね玉木に突っ込まれましたからね、大さじ1ぐらいみたいな感じでね、それじゃ分かんねえよみたいなね。はい、砂糖、こんな感じこんな感じです。でこれでちょっとで水を、ちょっと入れます。それではね、ちょっといい温度になってきたので揚げていきます。ちょっとこれ以上ね、またこの火でやると、温度がね上がってきちゃうんで、一旦ちょっと火を弱めて、はい、それでちょっと大きいんで1枚ずついきます。はい、それとね、水 50cc ぐらいで、ここに玉ねぎをね、はい、入れておきます。ちょっと多いかな。まあいいか、こんな感じで。でちょっとね上がるのを待ちます。はい、
ちょっとやっぱこっち引っ越してきてからですね、油の温度が非常に難しいでございます。これね、温度感知するコンロではないので、全部手動でやんなきゃいけないんですけど、ちょっとねやっぱ温度が高いとこうやってね、もう、ほとんど上がっちゃってるんですけど、まだがねちょっと中が生のような気がするんで、一旦上げて、そして2度上げしようかなと思います。温度がね落ち着いてくれればいいんですけどね。ちょっと一回切ってみようかな、これでね。生じゃなきゃいいけど、どんな感じでしょうか。ざっくり、やっぱ生ですね。ちょっと温度が高いので、2度上げしていきたいと思います。最初はねちょっと温度調整が非常に難しいということで、今度はちょっと落ち着いたんで大丈夫だと思うんですけど、すいません、失敗、1個目失敗です。じゃあね、その間にまたねちょっとおばちゃんからお水をいただきましたんで、おっと鳴ってますね。じゃあ揚げていきたいと思います。これ2度揚げしました。よいしょ。これねまたね急に温度が下がっちゃうんですよね。だからちょっと上げますけど、また、難しいです、火加減が。ということでこちらねちょっと味噌汁も作っていきたいと思います。よいしょ。ネギがねこっち普通はたくさんタダで手に入ったりいただいたりしますからね。ネギ大好きなんでちょっと多めに入れておきます。じゃあね温度が落ち着いてきたんで、ラスト4枚目揚げていきます、一緒に。そしてさあ2度揚げしたやつは、いい感じですね。いい感じですね。いい感じですので、こちらをねとんかつにしていきたいと思います。それじゃあ、3枚目揚げていきます。ラスト1枚。それじゃあ味噌汁できましたんで、味噌汁を入れていきます。スナップエンドウね、いい色ですね。それでは揚げていきます。ということで4枚揚げ終わりました。ということでね、いよいよ、そのまま
とんかついきたいと思います。はい、よいしょ。はい、よいしょ。とんかつをですね、はい、こちら入れまして、そして卵ですね。これね、うこっけいの小さい卵、いただいた卵なんで、3つ入れました。でね、軽くこれちょっと混ぜます。そしてまあいいや。はい、ではね、煮立ってきたんで、まず第1弾として卵を入れます。専用のね、こういうとんかつとか作るやつが我が家にはありませんので、はい、これでフライパンで、小さいフライパンでね、はい、やります。そしてね、ここからが、問題なんですが、あまり、卵をね、煮詰めすぎずやります。ご飯用意します。ちょっとね、かつおだし入れるの忘れちゃったんで、後付けで今入れました。まあ大丈夫でしょう。はい、ということでね、いい具合に半熟になってきましたんで、最後ね、もうちょっとだな、ごめんなさい、もうちょっとやります。はい、こんな感じでね、ちょっと半熟加減なので、そして最後仕上げの、溶き卵を入れたいと思います。これで少しね、蓋を閉めて蒸します。はい、ということで、ちょっと入れすぎたけども、よし、さあ器に持っていきます。ちょっとやっぱでかいな、このフライパン。はい、ということで完成となります。はい、ということでカツ丼出来上がりました。こんな感じ。カツ丼、そしてお味噌汁、味噌スープ、 This is 味噌スープ。そして今日取りたてのこちらはね、水耕栽培の、ロメインレタスと、サニーレタス、水耕栽培です。で、ごまドレッシングということで、いただいていきたいと思います。はい、カツ丼の出来上がりということで、食べていきたいと思います。いただきます。はい、カツ丼の出来上がりということで、食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。熱いかな、熱いな。お、うん、あ、うん、うまい。うん、うん、おいしいおいしい。カツはどうかな。いい具合に上がってます。うん、おいしい。あ、やっぱこれにはあれですね、漬物ですね。漬物、はい、こちらね、ぬか漬け
ぬか漬けやってました。人参ときゅうりと、かぶですね、かぶ。この漬物を食べていきます。これがね、とんかつには合うんですよね。まずきゅうり。おいしい。で、なんといってもかぶだよね。おいしい。うめえな、カツ丼はほんと。うめえな。最高でございます。おいしい。おいしいでございます。ということで、今日は料理編として、とんかつを作ってみました。カツ丼を作ってみました。はい。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタン食べさせていただきます。高評価ボタンお願いいたします。ということで、以上となります。ありがとうございました。人血。ゆっくり食べるぞー。